かかってください。お願いします。皆さんこんにちは。車いじりバカです。前回は人間リフトで4ヶ月ぶりにビートのヘッドを車体へ戻していたところをお届けしました。そして今回はいよいよエンジンをかけていきます。ただその前にパーツをたくさん外して元に戻していかないといけないので、そちらをご覧いただきまして、その後エンジン始動に取り組みます。それでは参りましょう。はい、まず最初にやったのはタイミングベルトをはめる作業です。ヘッドを戻してエンジンが一体となり、がっつりボルトで固定されちゃったんですが、このタイミングベルトをはめていない状態で思い起こせば数ヶ月前、私はこの状態でクランクを無理やり回してピストンとバルブを当てちゃって、その名も手動バルブクラッシュの状態を発生させてしまったのでした。なのでタイミングベルトをはめる前の状態で放置しておくのが怖くて仕方なかったので、まずはこの作業を急ぎました。とはいえ、もうタイミングベルトを外して4ヶ月以上経ってしまっているのと、もうすぐ57歳になる私の記憶力が完全にバグっているので、何がどうなっていたか完全に忘れてしまっておりました。そのせいでなかなか苦労しました。作業としては上下のプーリー、いわゆる歯車ですね。これを1番シリンダーの圧縮上支点に合わせて、その状態でベルトから転写したマークの通りにつけていきました。今回の作業はタイベルが切れる前にタイベルとプーリーの歯車に1マークをつけてから外したので、そのマークに新しいベルトを移してやれたので、ベルトのはめ方を迷うことなくできました。あと前回手動バルブクラッシュを起こした時と同様に、一度つけてみたら一コマずれていたりしたんですけれども、今回は整備書に背いてしれっと一コマ逆回ししてはめました。前回は整備書に絶対逆回しするなと書いてあったし、自分も逆回しがヘッドにどんなダメージを与えるか全く未知の世界だったので、整備書にバカ正直に従って、そこからさらにクランクを一周回そうとして例の事件を起こしてしまったんですが、今回はもうエンジンの中身もすっかり理解した後なので、余裕しゃくしゃくでカム側を逆回ししてコマを合わせてやりました。知ってると知らないの差って本当に大きいですよね。ベルトをはめたら、ベルトの張りを調整しているテンショナーのバネをはめていきました。このバネの力でベルトの張りがちょうどいい具合になってくれるという仕組みのようです。整備書によると、バネをはめたらクランクプーリーの固定ボルトをはめて5山進めれば、バネの力で自動的にベルトがいい感じに張れるというようなことが書いてありましたので、その通りにやってみました。その後、どうしても5山回すだけで張りが調整できるというのが信じられなくて、いろいろ調べたらですね、2周ぐらい回すのが良いということをネットに書いておられる方がいらっしゃったので、私もその方法を真似して2周回すことにしました。おそらく5山は点検時に緩みがあれば正すという時の作業方法だと思います。その後ですね、補給ベルトなんかもはめまして、次はカバーをかけようと思ったその時、重大なミスに気づきました。今ベルトはめましたが、針調整もしましたが、早速付け忘れ発覚。これカムシャフトセンサーやったかな、これ付け忘れてるんで、プーリーも外さなあかんので大事です。はい、やり直します。はい、ということでまたベルトもプーリーも全部外してセンサーを取り付けまして、全てを一からやり直していきました。はい、もはや私タイベル脱着のスペシャリスト目前でございます。はい、一連のタイベルをはめる映像は以前のものと重複するので省略しますけれども、ご覧いただいているのは最後の工程としてクランクプーリーを締め込むところです。112.7 ニュートンメーターということで、なかなか強烈にきつく締めます。回り止めのツールをどこかに引っ掛けておいて体勢を変えてやりました。はい、ここまで来たらもうこれ以上緩めることもないだろうということで、ついにタイベルカバーをはめていきます。はい、続きましてこの悪名高きタイミングベルトカバーをつけていきます。
なぜ悪名高いかというとですね、この狭い場所にですね、こんな分厚いもんが入るわけですわ。どうかけても入らんよね。外れたのが奇跡やね。多分ここ曲げるしかないんやろな。これな。これがいったら行くんちゃう。はい、まだやり直し案件発覚です。自分でも笑いだ。この皮は先はめなあかんやん。これここに入ってたやつやん。またやり直しや。またベルト外そうなあかん。もう何遍やんねもう4回目5回目かな。しょうがない、やろう。はい、せっかくつけたクランクプーリー外しました。こいつをそしてつけていきたいと思います。なんか入る気がするな、無理やりで突っ込めば。はい、頑張りますよ。入るんだよな。そうだな、これが乗り越えられないんだよな多分。今もう叩くしかないね。これ叩くよ。よいしょ。入った。入った。入ったよ。はい、もう半分切れてるというかですね、やけくそと言いますか、丁寧に仕事をやるということで裏目に出てきたことが多すぎて、だんだんと横着になってきています。ただ横着であってもうまくいくことがあるということの良い例かと思います。ビートの悪名高き下側のタイベルカバーをはめるコツは叩くということが分かりました。そしてまたクランクプーリーをトルクレンチで締め込んだんですが、実はここでまたプチやり直し事案発覚です。はい、またクランクプーリー外しました。もう何回外しとんねんと。なぜかというとですね、このカバーかけたんですけど、ここにあるボルト、こんなもんプーリーはめたら絶対つけられないんで、このカバーのボルトをつけるためにまたプーリー外しました。もう何回やんねん。はい、もう多少のことでは驚かなくなっています。一難去ってまだ一難。今度はカバーを留めるボルトを入れるのに苦労しています。とにかく作業スペースが狭いです。過去に諸先輩方から動画のコメントで何回も言われたことがあるんですけれども、ビートはエンジンを下ろしてしまった方が何事も早く済む。これ本当に身に染みて感じました。次回やるときは間違いなくエンジンを下ろすと思います。次にバルブクリアランスを腰下と合体した状態で再度測定しておきました。イメージとしては総じてヘッドだけの時よりもきつめになっていたようですが、基準値はギリギリいけそうでした。この車載状態でのバルブクリアランスの測定はやはり予想通りやりにくかったので、ヘッドを乗せる前に一応数字を合わせておいたのは正解でした。しかしながらですね、青空駐車系 YouTuber の悲哀、途中でなんと雨に見舞われまして、あえなくこの日は後ろ髪を引かれながら途中撤退となりました。はい、日付が変わりまして翌日です。次にデスビをはめる前にデスビの位置を1番の圧縮上支点の点火タイミングに合わせておきました。その後デスビをはめる前にカムシャフトの歯車に少しオイルを垂らしておきはめていきました。ただですね、途中でまた一つ手戻り案件が発覚しました。あがやり直し。圧縮上支点1番にしてなかった。ダメだ、やり直し。そうなんです。デスビを点火タイミングに合わせたつもりではめたんですが、今度はエンジン側を1番の上支点に合わせてなかったことに気づきました。もうほんまに手際が悪くてすいません。素人なんでこんなことばっかりです。そして無事デスビをつけた後は
あれこれはめたり接続したりをひたすらやっていきます。映像の方はエンジンマウントをはめているところです。これブラケットと車体とがエンジンマウントを介して3本のボルトで締まってるんですが、これらのネジ穴がなかなかマウントが新しくなったせいもあると思うんですが、しっくりこなかったというのと、エンジン側のボルトとナットが下から入れるタイプなんで、この3つのネジ穴がちゃんと入ってくれなくてですね、これまで何度もボルトの位置がちゃんと合わない状態で無理やりボルトを入れてボルトをダメにしてしまった経験があるので、慎重に作業していきました。それでいろいろ苦労してやっとはめることができて締め上げております。そして無事閉まったと思いきや、あ、蓋してないやん。はい、肝心なマウントの鉄のカバーを付け忘れており、またまたやり直しました。ほんまもう何回やり直すねんという感じでございます。次にインマニをつけまして、締め込んだ後はホースやケーブル類をどんどん接続していきました。このホースやケーブル類ですが、もうどのようについていたか全く記憶から消えてしまっていたので、相当苦労するだろうと思ってたんですが、実はこれらはつくようにしかつかんっていう感じだったので、思ってたよりも迷わなかったです。特にホース類は、なんでホースってこんな独特の曲げ加工がしてあるんだろうと不思議に思ってたんですが、この作業をしてその謎が解けました。あれちゃんとどこにつくべきか迷わないようにという意味もあるんだと思います。片方を差し込めば、だいたいその先にうまく反対側の口が来ているようになってるんですよね。まあもちろんホースに無用な負荷がかからないようにとかそういうのもあると思うんですが、あのホースの曲がり加工がしてあるおかげで迷わず挿入部分が分かりました。その後インジェクターやヘッドカバーをつけていきました。いやもうこの辺からですね、エンジンがかっこよすぎてですね、エンジンに蓋をしたくない欲がどんどん高まってきました。やばいです。はい、機嫌よく接点復活剤を吹いてコネクターをつないだりしてたんですけれども、その時一つどうしても行き先のわからないホースが出てきました。これなんや。やばい。この後慌ててパソコンを開きに行き、過去に撮った動画を見てホースの行き先を確認しました。はい、こいつの行き先分かりました。ここにつけて、あれやね、あれはちょっともうデスビック外さんとあかんな。しまった。はい、急がば回れ、デスビ外します。はい、ということでこれもまたやり直し案件ですね。デスビを外してホースをはめ直して電気系の配線なども接続し直しておきました。作業はまだまだ続きます。もう少しお付き合いください。次に燃料タンクの締め込みをチェックし、下回りをやっていきました。まず触媒にはめる新品のガスケットをチェックしまして、位置決めをして触媒をはめていきます。これなかなか重たいし、駅マニ側のガスケットが単なる輪のようなもので、これを隙間に上手に入れてずれないようにはめるのに難儀しました。違う、さっき遮熱板や。危ねえ、危ねえ。ここでもまたですね、プチやり直し案件に気づきまして、それでも慌てず遮熱板を先にはめて触媒を取り付けました。その後マフラーを接合してほぼ完成です。この日ですね、もうだいぶ夕方になってたんですが、引き続きエンジンをかけるところまでやりたくてしょうがなかったんですけれども、どうせトラブルだろうと予想していたので負荷を寄せず、この日はバッテリーを翌朝までかけてフル充電にし、残りの作業を翌日に持ち越すことにしました。はい、日付は変わりまして翌朝です。まずガソリンを最小限エンジンがかかるぐらいまで入れまして、エンジンオイルを入れておきました。エンジンオイルをこぼして少し慌てておりますが、これビートあるあるみたいですね。ここからのオイルの注入必ず漏れるようです。
はい、そして冷却水を入れバッテリーをつなぎ、いよいよエンジン始動にトライです。いよいよエンジンかけます。お願いかかって、もうめっちゃドキドキするな。めっちゃドキドキする。全部閉めたよな。やってみるか。いい歌。言うてる言うてる。はい、何回もしつこく燃料ポンプを動かしていますが、燃料系のホースの外し忘れとかでガソリンをまき散らして、それが引火してとか考えると怖くてしょうがなかったです。それで何度もキーを回しては漏れがないかを確認しました。そしてついにキーをさらに回してみました。これめちゃくちゃ緊張しました。まさに心臓がバクバク。エンジンが爆発したらどうしよう、俺の頭も吹っ飛ぶかなと、いろいろと悪いことを考えて手が震えておりました。怖いな、怖いな。燃料系のゲージは動いてますね、ちゃんと。仕掛けてみるか。行くぞ。行きます。はい、1回目のトライは失敗でした。ポンポンっていう音がしていたので、発火しようとしている節はありましたけれども、それ以上は言ってくれませんでした。3番プラグ、ちゃんとガソリン来てますね。ガソリンだ。原因を探るべく、まず3本ともプラグを外してチェックしたところ、プラグにはガソリンが来ているようでした。次にプラグがちゃんと火花を出しているかをチェックしました。飛んでるな。飛んでるわ、ちゃんと。次にデスビを疑ってみました。いろいろ調べてみてこんな感じです。ずれとんな。逆やな。こっちに合わせて、これであってほしい。デスビがずれてました。合いましたね。合いましたね。これでいいはず。これでかかってくれ。火花が散ってるか確認しました。散ってました。1番の圧縮上視点を出して、デスビを1番の圧縮上視点の印に合ってるかどうかチェックしたら全然ずれてました。だからこれでかかってほしい。お願いします。はい、2回目もダメでした。この辺からですね、心の中はやばい、またベルト外して全部チェックし直しか、いやいや下側は問題ないはずやと心の中で葛藤を繰り返しておりました。あれだった、あそこに合わせないといけないんだ。圧縮上視点じゃなくて点火点だ。はい、最初はクランク側を回して圧縮上視点に合わせてデスビ調整をしていたんですが、ここで上視点よりも少し前の点火点に合わせないといけないということに気づきました。
これでデスビを合わせれば問題解決かと喜び勇んでデスビを外して調整してみることにしました。あれ合うてるやん。くそ合うてるわ。残念ながら開けてみたらですね、デスビはちゃんと点火タイミングで設定されているということが分かりました。もうこれでますます分からなくなってしまいました。ここでさらに悩みました。しかしながらですね、私のこれまでのリサーチでは、このデスビの点火タイミングが整備書と違うとかずれてるとか、そういう諸先輩方の情報がたくさんあったので、ひとまずデスビによる点火タイミングを疑ってデスビを1コマずつ進めてトライしていき、もうなんならぐるっと一周回るまでテストしてやろうということでやってみることにしました。よし、1コマ半時計回りにずらしてみました。やってみます。これめちゃくちゃびっくりしました。なんか爆発でも起こってついにエンジンをぶっ壊したのかと思いました。実はこれクランクプーリーにツールをはめたままセルを回したので、ツールがボディに激しく当たった音でした。まあ事故にならなくてよかったです。セルを回して続けます。ちょっとさっきよりマシやな。3回目もダメでした。次にもう1コマずらしました。はい、じゃあ2コマ半時計回りにずらしてセットしました。かけてみます。やったやったなんとかかりました。でもすぐ止まったので、もう1コマ行くことにしました。そしたらさっきより調子悪くなってしまったので、1コマ元に戻して、その状態でデスビの調整幅を使って調整することにしました。いきます。お願いします。聞こえてた。拍手しに来たけど。拍手が聞こちょっとかかってたやろ。一瞬かかってたやろ。な。ちょっとさ、ちょうどええタイミングや。それエンジンかけてみてくれへん。回すだけ？うん。回すだけ。いい？もう一回。もう一回。いやーもう本当に嬉しかったです。この数ヶ月の苦労がなんとかなったという瞬間でした。あと喜んでいるのはうまくエンジンがかかるようになったというのも一つですが、またタイベルを外して全部ばらしてチェックとかしなくて済んだというですね、そっちの方が大きかったですね。もうしばらくエンジンは触りたくないという状況でした。とか言うてますが、まだ好きだからやっちゃうんですけどね。
その後タイミングライトできっちりタイミングを合わせまして、エンジンはすこぶる快調に動いております。実は結局この後デスビの調整幅いっぱいで回して調整したんですけれども、うまくできなくて、もう一コマ戻して最終調整しました。はい、エンジンが動いた後も実はやらかしを一つ発見しまして、それは排気漏れですね。なんか排気音が勇ましいと思ってたんですが、排気漏れを起こしておりました。ガスケットがうまくはまってなかったので、それをまた直して、その後テスト走行に出かけました。いろいろ微調整は必要ですが、ひとまずエンジンは快調に回ることが確認できて、もうニヤニヤが止まりませんでした。この後ですね、この動画を制作している現在、もう約200キロぐらい走ったと思うんですが、今のところ燃料漏れですとかオイル漏れですとかエンジンチェックランプの点灯などは見られないです。今回ここまで来られたのも悪友の K さん、ホンダカーズ日吉の整備士さん、あとちょくちょくアドバイスをもらっている佐川急便の元整備士さん、そしてたくさんコメント欄でアドバイスや応援のメッセージをいただいた視聴者の皆さんのおかげだと思っております。本当にありがとうございました。この場を借りてお礼を申し上げたいと思います。また時間があれば今回の整備の振り返りなども動画にしてみたいと思います。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。動画制作の励みになりますので、チャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それではまた。